こんにちは。大工の塩谷です。今回はね、もうこの現場の終盤になります。あちこちについているこの収納、そしてトイレの化粧のカウンターとかね、そういう残りの仕事をやってきます。まずはね、畳の間の吊り押し入れからやってきます。正直和室じゃないですね。仕上がりは家一軒同じようにクロス張り、そういう風に仕上がってますけども、この部屋だけ、畳を引く部屋の一角隅に吊ったような押し入れですね。昔はね、たまに下に窓を取ってね、そして作ったことはあるんですけども、最近はね、よくこういうの見かけますね。下が空間になってて、押し入れが吊ったような形になってるってことでね、縦が下まで降りてて、畳がそこで切れてる場合と、今回のように畳は変形はないってことでね、スキッと部屋で割ってあります。そしてそこに押し入れだけが吊ってある、そういう形の押し入れをやってきます。部屋全体はね、形になってます。押し入れの部分だけこの45の60、これで骨組み作ってきます。なかなかね、40角で作っても反りも出ますし、しっかりしないんで、作り付けの壁は根太材で作るのが多いですね。直接この上にボード貼ってもね、しっかりとした壁ができますね。組み立てた下地をね、取り付けていきます。取り付けるのは踏んでしまえば簡単ですね。念のためにこのボンドつけてね、長めのビスで揉んでいきます。天井にはもちろん押し入れの寸法でね、下地を入れてありますから、上にも揉んで、これでしっかりと寸法の決まった壁下地ができます。外側にはね、小さなハンガー掛けをつけるんで、その下地ももう忘れずに入れておきます。下地輪郭ができたんでね、今度は押し入れ本体のこの枠を作っていきます。この枠はね、製品のシート張りですね。押し入れですからね、少し重みがかかるんで、下だけはちょっと毛込みを剥がすようなね、形に組んでいきます。こういうシート張りの材はね、ビニールですからね、のりが効かないんですよね、シートは。で、そういう場合は一皮むいてあるカンナ1回引っ張ればビニールきれいにスーッとこのめくれますからね、もうボンドはしっかりとくっついてくれます。ではね、この押し入れの枠を取り付けていきます。なかなかね、この建材の枠を組むっていうのもね、ビスの効きも悪いですしね、今度は壁につける時でもね、またか正面からビス問題できませんからね、正直大半がボンドで持たすようにします。そして枠を入れてつっかい棒をちょんと立てればいいんですけども、枠を入れてそれからこの横門のつっかい棒を外してやれば、もう正規の長さにきちっと壁が寄ってくれますからね。そしてピンを何本か打ってね、取り付けるようにしました。それでこのボンドが乾けばね、十分の強度は持ってくれます。それではね、押し入れの床を作っていきます。押し入れの床は次の積層のね、30ミリでもう1枚ボンと置いて、で仕上げようかな。
まず適当な材料でね下地を作ります。またこの下にねやっぱ天井張ってやらんとダメやな。寸法の揃った材でねぐるぐるっと打ち回してね、でもその上に直接杉の積層をねで置いていくようにします。そして枕棚ですね、受けを打ち回してもう上からトンと置いて、この押し入れは完成ですね。先ほどのね吊り押し入れと一緒のような仕事になるんですけどね、今度はキッチンの後ろのね食品庫ですね。今はもう食品庫なんて言い方古いですよね。パントリーってね初め聞いた時わからなかったですけどね、まあ今も意味分かってないんですけども、パントリーをまた同じように作っていきます。パントリーの中はね可動式の棚5段から6段で収めていきます。今度はトイレの手洗いカウンターを作っていきます。玄関の正面にねトイレがあるんですけども、少し狭いんでねトイレの壁を斜めにしてあります。その斜めを使ってね手洗い場所を作っていきます。よいしょ。材料は刃物 30mm の積層で作っていきます。なかなかこの三角のね狭い部分のこのカウンターですからね、寸法取りがちょっと難しいんですけども、こういう場合はね型紙でね作るのがもう一番間違いないですね。刃材はね仕上がると綺麗になるんですけどね、加工というかこのなぶるのがね大変ですね。重いですしね、そして硬いです。硬いから重いんであって、それとこの刃物がねなかなかまっすぐ入ってくれないってことでね、そして匂いが独特ですよね。よくヤギの糞の匂い、草食動物の糞の匂いって一言で言うとねよく言われるんですけどね、そういう形の匂いがしますよね。実際にヤギの糞嗅いだことはないんですけどね、日によってね匂いのきつい木はいろいろありますけどね、一般に広葉樹がやっぱし独特の匂いをする木が多いように思いますね。一番この刺激が強いというかね耐えられないのが桜ですよね。くしゃみは出るし目は痛い。外国材ですとねモアビとかねアピトン高かったですね。なんで硬い木は匂いがこの臭いんでしょうね。カウンターの上はね少しだけ丸みを持たせておきます。手洗いボールの位置もね三角ですからね、垂れ合わせしてね位置をきちっと決めてから穴を開けていくんですけども、正直35ぐらいの配管にね100の穴を開けなさいってこうなってたんですけども、まあ100で穴開けるんやったらね正直30も40ミリも前後左右に動くっちことやね。でも本来の定位置を決めて穴開けてかんと立った時にね穴が当たってきたんではもう大変ですから。
こういうハ台みたいな畳のカウンターはね、普通の材料よりもしっかりと温度とビスで止めてきます。どうしてもね、動く率が高くなりますからね。そしてトイレですからね、いろんな器具がつきますからね、どこにでもビス効くように Mクロスを貼ります。なかなかこういう狭いスペースのこの壁を貼るって難しいですね。これで残りの収納、トイレの手洗いカウンターできました。この現場ももう少しですね。以上、大工のしょやんでした。